はい、氏家でございます。今日はですね、このローランドデュオキャプチャー、これ行ってみたいと思いますね。見てください。これちっちゃくてね素晴らしいです。これはねオーディオインターフェースですね。オーディオインターフェース、オクタキャプチャーってのが出てますけど、それの弟分ですよね。デュオっていうくらいですから、2イン2アウトのオーディオインターフェースになります。でこれが今私の PC につながっていて、この PC に今立ち上がってるこの今画面が出てますけど、これはねこのデュオキャプチャーを買うとついてくるソナー X1 の LE なんですけど、このねデュオキャプチャーとの組み合わせはねもうベストでございますね。で当然今これ A500 のプロを使ってやってますけど、こういったね、もちろんこれ超リーズナブルでございますけど、でそれにまたこのソナー X1 の LE、ソナー X1 のね心臓部を盛り込んで、作られた LE 版の X1 がついてるっていうところで何ができるのかを紹介したいと思いますね。まずはこの画面見てみましょう。ソナー X1 になってやっぱり素晴らしいのはやっぱり画面が統合されたことなんね。で決してねこの今私が使ってる PC の画面も表示領域がそんなに広いわけではないんだけど、ちゃんと収まってますね。で非常に良いと思ったのはね、ここにね画面スクリーンセットとして登録できるのよ。今これ私の画面の、で配置にしてるけど、例えば2番にするとでトラックだけだとか、ミキサーと一緒にこれミキサーだけだとか、自分の好きな画面にスクリーンとしてこれ登録することができるんで、これも非常に使いやすいんじゃないかなと思いますね。さてソナー X1LE なんだけども、ソナー X1 シリーズっていうのはプロデューサー、スタジオ、エッセンシャル、そして今デュオキャプチャーについてる LE とあるんだけど、 LE でもね十分な性能を持ってますね。性能的に言うとね、32のオーディオと64の MIDI、 これは使います。上の方の兄貴分はね無制限だったりするんだけども、とかね、もちろん CD クオリティ以上の24ビート 48kHz で、オーディオも扱えたりとかね、いろいろできますけど、まずはねできることでいろいろやってみましょう。これね私ももうそ慣れちゃいましたけど、プラグインシンセがね LE にはねスタジオインストゥルメンツのドラム、これがね同梱されてます。ポンポンってやってやると出ます。これがついてる。これだけでもねバリバリですね。画面もすごいリアルになりましたね。シンバルの揺れ具合がたまらんね。ご機嫌でございますが、山ほどコンテンツがあります。で再生してみるといっぱいありますね。これヒップホップでしょ。例えばロック、いいねいいね。例えばじゃあこれを気に入ったとしますね。これをね当然このトラックにドラッグ&ドロップすりゃいいのよ。こうやって簡単だわな。これで OK です。これでここにもう5万とコンテンツがあるんで、これMIDI データですけどね。で再生してみるともういるわね。これバッチリでしょ。当然、これ今2小節のフレーズだけども、こうやって、伸ばしたりとかもできますからね。これねさらに LE 版にはね今のドラムともう一つインストゥルメントがあって、これがねまた非常に素晴らしいんだけど、プラグインシンセの今いっぱいあるけどねもうインストールいっぱいしてあるんだけど、全部入ってませんからね。今のドラム、このドラムキットとこのケイクウォークサウンドセンター、これがね LE には入ってます。じゃあ今のドラムに合うベース、これもよくできてるんだ。これベースを選んでやるとベースのカテゴリーがダーって出て、じゃあエレクトリックベースにしてみて、よしこれにしましょう。これをじゃあ手弾きでね、せっかくこの、A500 があるんで、録音ボタンを押してあげて、せっかくだからこれもね A500 のこのサーフェイスを使っていってみましょう。録音ボタンを押してやると始まります。
プレイバックバッチリだろうな。こんな感じでどんどん、録音すればいいんだけども、他にもね実はねいろんなコンテンツがあるんですよ。当然、自分で例えばオーディオのループを使うもよし、例えばねここにループがありますけど、このループを、例えばねじゃあここのオーディオトラックのところになんか、じゃあこのギターいってみようかな。これどんな感じかというと、あいいねいいね。よしこれいこう。でこれで OK だと思ったらこれをねダブルクリックしてやるわけ。そうするとこのオーディオのところにボンボンってこう貼り付きますすでに。でまたさっきとミディと同じようにこうやって長さを決めてやって、で実はねこれ大元の、今これテンポ90の実はギターのサンプリングフレーズなんだけどもちゃんと合ってくれちゃう。まあよくできてるわな。これマトリックスビューっていうのがありましてですね、今出てるのがそうなんですけど、このマトリックスビューっていうのは何かというと、これねよくできてるんだよ。ここに例えばじゃあ自分の好きな、例えばここにあるフレーズがいっぱいあるじゃない。例えばじゃあこれちょっといいなと思ったとしますね。そうするとここにね置いておくわけ。こうやってこれどうかなと。よしこれでいこう。これでこんな具合でやってやるとこうというようなことがねできるわけ。ね、これで例えばねこのトラックのところに例えばじゃあ違うこっからね録音してあげたりとかね。これはまた新しいクリエイティブでね、もちろんこのマスの中にもう好きなだけ入れることができますからね。もっとやりたいぞという人のためにはですねちゃんとあるんですよ。ソナーはさっきも言ったようにプロデューサーね、シリーズ、そして、スタジオシリーズ、エッセンシャルってあるんだけど、ちょっとエッセンシャル見てみましょうか。今出てる画面がソナー X1 のエッセンシャルなんですけど、さっきのソナー X1 の LE と今の見た目全然変わりませんね。なんとは変わらないんですけど、でも中身はね大きく違います。64プラグインエフェクト、そしてインストゥルメントが32になりますね。LE は24個のプラグインエフェクトと8つのインストゥルメントだったんだけども、という具合にね増えていますね。プラグイン申請こんだけあります。ここにあるように例えば、ケイクウォークの TTS っていうね、これ何かというとこういうね16トラックのマルチ音源ね、というものがついていたり、もちろんさっき紹介したスタジオインストゥルメンツのドラム、これはもちろんついてますよね。ヒップホップの中からちょっと選んでみようかな。お、これいいね。お、これかっこいいね。ちょっとこれをじゃあ OK、 これに合うベースが欲しいよね。ベースとこでベースが欲しいと思った時にはですね、プラグインシステムの中になんとスタジオインストゥルメントのベースもいるわけよ。ここにベストコンビネーションのスタジオインストゥルメントのベース、いい感じですね。当然これも手弾きで弾いてもいいんだけども、さっきと同じようにちゃんとありますね。同じようなものがね、例えばもうちゃんとフレーズ弾いてるもん。もうこれかっこいいね。じゃあこれをドラッグアンドドロップします。いいね。これもちょっと倍にしようかな。そうするともうコンビネーションでできちゃってる。もうバッチリだね。ベースでしょ。次これがね私は超お気に入りの
これがね素晴らしいエレクトリックピアノ。もちろんこの中にもエレクトリックピアノのフレーズが当然入ってるわないっぱいな。とはいえね、私としてはやっぱり自分で弾きたいなと思うんで弾いてみましょうか。もう弾く場合はもうこの録音ボタンを押してあげてもうここで録音してやると。OK プレイバック。いいねいいねという感じで録音してあげるわけですよ。これですよ。これもねこれもちゃんとフレーズが入ってるっていうところが渋いよね。じゃあ録音ボタンを押してこんな感じでいいんじゃないかな。お、いい感じで入りますね。という具合にスタジオインストゥルメンツだけでもこんだけまず充実してる。まあでミディフレーズがね満載なんでこれドラッグ&ドロップするだけでもいいしもちろん手弾きでこうやって弾くもよし。エフェクト入れたいと思うんだけどエフェクトじゃあねまずはどういうの入れようかな。このブースト11これね面白いのが今一瞬ちょっと借りましたけどこれねタブ化したんだよねこういうふうにね、これやってみますね。こんな風に感じますね。これある意味、コンプリミッターみたいな感じなんだけどこれでもうドラムの音を強力にね、できますね。このリバーブがねまたいいんですねこれ。いい感じでしょ。この EQ 度がまた効きが素晴らしい。こういうように、音の、いろんな変化ができますね。こういうふうにタブ化になるのがねまた分かりやすくていいね。狭い画面でもね、集中管理ができるんでこれね私も非常に、美味しいなという感じがしますけどね。でこのドラムにねせっかくこのデュオキャプチャーね今回のこのデュオキャプチャー使ってるんでこれでねインプットもちろんこれギターも入れられるしハイズイの切り替えもあるしダイレクトモニターの切り替えももちろんあるんですけど今ねこのケーブルで私の iPad にねつながってます。当然これでここでもちろん音量が決められるわね。じゃあこれに対して録音をしてみたいなと思いますけどオーディオのトラックのところで録音してやってこんな感じでやってやるとこんな感じでねこれ楽しいですね。どんどん今やねこの iPad も iPhone もね、いろんなコンテンツガンガンあるじゃない、そういうのを手軽に取り込むこともできるしもちろんマイクでガンガン行くもよし、ね自分の好きな感じでこの、ソナーエッセンシャル今使ってますけどこれにはさっき紹介したようにソナー X1 の LE がついてますから同じようにもちろん録音再生っていうのをガンガンにできますからねコンテンツも山盛りというね。というようにこのデュオキャプチャーとソナー X1 の組み合わせでこういうことができてしまう。LE でももちろん、ガンガンにできますけどエッセンシャルを使うともっとすごいことができるというのがよく分かりますね。ぜひね皆さんも試してみてください。